こんにちは、アリアです。前回は、宇宙のすべてが一つの意識から生まれたというザ・ロー・オブ・ワン。そして、魂が7つの密度を通して、どのように成長していくのかをお話ししました。今回は、その進化の中で欠かせない2つのテーマ、自由意志とカルマについて、そして、その旅の終着点、一つへ帰るというテーマをお話しします。この2つは、光と闇を統合するために必要な仕組みであり、魂の成長を支える宇宙の法則でもあります。ラーの教えによると、宇宙のすべての存在には自由意志が与えられています。それは神聖な力です。魂は誰かに操作されることなく、自らの選択によって学びを体験します。この自由意志こそがワンレスの中で子が生まれる理由。そして、愛と分離、光と闇という対極を経験できる鍵でもあります。宇宙は、もともと完全な調和の中にありました。しかし、調和だけでは発展が生まれない。静寂の中に動きはありません。そこで、一つの意識は、自らを分け、無限の形に変化しました。光と闇が誕生し、善と悪、愛と恐れ、喜びと悲しみが生まれた。すべては自己を深く理解するための実験だったのです。地球はその実験の中でも特別な星です。ここでは光と闇の両方を極限まで体験できる自由意志が最も強く働く場として設計されています。誰もが自分の選択によって学びを作り出し結果を受け取る。それがカルマの仕組みです。カルマとは罰ではありません。それはエネルギーのバランスを整える働きです。あなたが発した思い、言葉、行動は波のように宇宙へ広がり、やがてあなたに戻ってきます。善も悪も関係なく、ただ波が巡るだけ。宇宙は誰も裁きません。すべての出来事は魂が自分の放った波を理解するために起きています。例えば、誰かを傷つけた経験がある人は、やがて傷つけられる側を体験することがあります。それは罰ではなく、相手の視点を学ぶため、逆に深く愛した経験を持つ人は他者の愛を受け取る準備ができている。カルマとは、魂が両方の立場を理解することで、真の愛と共感に近づくための仕組みなのです。自由意志は、カルマと常に対になっています。私たちは選択するたびにエネルギーを発し、その結果を通して気づきを得ます。怒りを選ぶか、許しを選ぶか、恐れを選ぶか、信頼を選ぶか、その選択一つ一つが魂の方向を決めていくのです。ラーは自由意志を創造の根幹と呼びました。なぜなら自由に選ぶことができるからこそ創造が生まれるからです。もし全てが決められていたならそこには学びも進化もありません。光の道も闇の道も魂にとっては同じ価値を持つ。それぞれが異なる角度から一つを理解するための体験だからです。地球では長い間闇の側の学びが続いてきました。権力、支配、恐怖、それらはすべて自己奉仕の意識から生まれたものです。けれど、その闇の中でこそ光の価値が見出される。闇を通してしか愛の本質を知ることはできないのです。あなたが人生で感じる苦しみも同じです。悲しみや失望は光を見つけるための対比として存在しています。痛みが深いほどそこから生まれる理解も深くなる。そしてその理解は他者への思いやりとなり、愛の形を広げていきます。光と闇は敵ではありません。それは同じ源から生まれた二つの表現です。光は闇を照らし、闇は光を際立たせる。両方が存在することで宇宙は完全なバランスを保っています。
統合とは、どちらかを否定することではなく、両方を理解し、受け入れ、抱きしめること、闇を排除しようとすると、分離が生まれます。けれど、闇を見つめて、その奥にある愛を見出したとき、それは光に変わります。この統合のプロセスが進むと、カルマの輪が少しずつ軽くなっていきます。学びが深まるにつれて、同じような出来事を繰り返す必要がなくなる。それは、魂がもうその体験の意味を理解したからです。やがて、カルマは恩寵へと変わります。痛みではなく、感謝を通して学ぶ段階へと移っていくのです。自由意志を持つということは、同時に責任を持つということでもあります。あなたがどんな現実を選ぶかは、他の誰でもなく、あなたの意識が決めています。外の世界に起きることは、あなたの内側の意識の反映です。怒りの世界を見たいなら、怒りを放ち、愛の世界を見たいなら、愛を選ぶ。それが自由意志の力。そして、その結果がカルマを通してあなたに返ってくる。この仕組みを理解すれば、人生は変わり始めます。なぜなら、どんな出来事もあなたを成長させるための選択として見られるようになるからです。失敗や後悔さえも別の角度から見れば、愛のレッスン。そう感じられたとき、魂は確実に一段上の密度へと進んでいます。地球は今、光と闇の統合の時期にあります。分断や争いが目立つように見えても、それは統合の前触れ。闇が表に出ることで、光が自分の力を思い出していく。世界全体が一つの魂として目覚めようとしているのです。あなたの中にも光と闇が共に存在しています。どちらもあなたの一部であり、どちらも愛すべき存在です。恐れを否定せず、怒りを責めず、それらを受け入れたとき、心の中で統合が起こります。その瞬間、あなたはワンネスに一歩近づいているのです。ラーはこう語りました。すべての存在は自由意志を通して創造の源を再発見している。光も闇も同じ一つの意識の中で遊んでいるに過ぎない。この言葉が示すように善悪を超えた理解こそが魂の成熟です。私たちは分離の中にいながら常に統合へと向かっている。それが宇宙のリズムであり、ザロー・オブ・ワンの根本なのです。宇宙の進化の最終段階は愛と英知の融合です。ラーは第六密度以降の存在を統合された意識と呼びました。そこでは愛と知恵が完全に一つになり、個という概念がほとんど存在しなくなります。けれどそれは消えてしまうという意味ではなく、むしろ全てと一体化しながら、より深く自己を理解する段階なのです。私たちは愛だけでは偏り、英知だけでも冷たくなります。愛は包み込み、英知は見抜く。この二つが調和したとき、真の理解が生まれます。それが一つの方が示す究極の統合です。地球に生きる私たちも日々の中でこの融合を学んでいます。誰かを愛するだけでなく、理解しようとすること、正しさを語るだけでなく、相手の痛みに寄り添うこと、その繰り返しの中で、魂は少しずつ愛と英知のバランスを取り戻していきます。ラーはこう語りました。愛は光を通して英知となり、英知は愛を通して完全となる。この言葉は宇宙の進化のすべてを表しています。愛と英知は別々のものではなく、それぞれが相手を必要としながら完全な調和へと向かっているのです。私たちが学ぶ統合とは、この調和を思い出すこと、光と闇を分けることをやめ、すべてをあるがままに見つめることから始まります。他人を裁かず、自分を責めず、どんな感情も否定せずに受け入れると、心の中で静かな変化が起こります。それは
分離から統合への内なる移行です。魂の進化の最終段階では、時間という概念が薄れていきます。過去も未来も同時に存在し、あらゆる経験が今という一点に集約されていく。それは意識が完全にワンネスへ溶けていくプロセスです。第七密度においては、もはや学びも目的もありません。存在そのものが愛であり、英知であり、創造そのものなのです。けれど、私たち人間の意識から見れば、この統合はとても遠く感じるかもしれません。まだ怒りも恐れもあり、人と比べ迷いながら生きている。それでも、そのすべてが帰るための道なのです。不完全に見える姿こそ、完全性の中の一部。どんな状態も、すでに、ワンネスの中に含まれています。例えば、夜の闇を嫌う人がいます。でも、闇があるからこそ、光が見える。恐れがあるから、愛を感じられる。欠けて見える部分は、実は、全体の一部として、完璧に配置されているのです。宇宙は、何一つ間違っていません。この理解に至ると、人生の見え方が変わります。何かを解決しようとするよりも、すべてを信頼して委ねるという感覚が生まれてきます。それは諦めではなく深い需要です。流れに逆らわず、起こることの中に意味を見つける。そうしているうちに、内側で静かな光が灯ります。それが目覚めのサインです。目覚めとは特別な悟りや能力のことでなく、それはすべての出来事の中に愛を見出せるようになること。たとえ悲しみの中でもそこに愛の目的を感じられること。その瞬間、あなたの魂は一つへと戻り始めています。この地球での学びは宇宙全体の進化とつながっています。一人の意識が変わると、その波は全体に広がる。あなたが自分の内側で統合を起こすと、それは見えない形で世界全体に影響を与えています。だから、あなたの小さな気づきも宇宙にとっては大きな進化の一歩なのです。ザロー・オブ・ワンは私たちにあなたは創造主であると伝えます。創造主とは全てを作り出す力を持つ存在。でもそれは外の世界を思い通りに動かす力ではなく、自分の内側の意識を調和させる力のことです。心の中の光と闇を一つにすること。その行為こそが創造そのものなのです。愛と英知が一つになったとき、カルマは終わり、学びは静けさへと変わります。そこには努力も焦りも欲もありません。ただ、すべてが意味を持って存在しているという安心感だけが残ります。それがワンネスの境地。魂が長い旅を終え、源へと帰る瞬間です。けれど、それは終わりではなく、また新しい始まりでもあります。源へと戻った意識は、再び新たな宇宙を作り出します。それは自己を知るための永遠のサイクル。宇宙は常に自らを創造し、学び、愛し、そして再び一つになる。その果てしない呼吸のような循環の中に私たちは存在しています。あなたの人生もその宇宙の一部です。日常の小さな出来事の中にも愛と英知の融合が起きています。人を理解しようとすること、自分を許すこと、誰かの幸せを願うこと、それらすべてが宇宙の意識を拡大させています。あなたが今いる場所こそ魂にとって最もふさわしい場所。どんな状態でも、どんな感情でも、それは進化の途中であり、ワンネスへの道のりの一部です。愛も英知もあなたの中にすでにあります。それを思い出すだけでいいのです。すべては一つ。すべては完璧。あなたは宇宙であり、宇宙はあなたなのです。最後まで見てくれて
ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。